能登半島は一言で言うと広大だ。2年前の能登半島地震では様々なありえない被害が発生した。震源は半島の北側珠洲市。その揺れは地殻変動を引き起こし、海底を最大4メートルも隆起させた。もちろん家屋の倒壊や有名観光地で発生した火災は忘れてはならない。輪島旅2日目の今日は、自然には絶対に抗えない地球が一瞬にして作り上げた隆起した海底を見に行く。僕は言葉を失った。なぜなら40秒の揺れで海が干上がったと表現できるほど、目の前には広大な砂の世界しか広がってなかったからだ。この動画は島ご覧の支援者の提供でお届けします。今日は曇りか。冬らしい天気といえばそうだけど、旅先でパッとしない天気だとちょっと寂しいよね。これから5度になるらしいから、元気で帰ろ買うか。いや、もしかして元気って読むのか。この看板にまで瓦がついてんのがおもろいな。10個入りで230円くらいでしたわ。安すぎ。ああいう焼却炉の煙突があるの初めて見た。でも実際使ってるんかな。街が物静かな理由は、今日が平日だから。子供たちはみんな学校に行っているよ。輪島の朝市は全部消失してしまったけど、朝市がなくなったわけじゃない。今はあの黄色い建物の中で出張朝市としてやっているらしい。こんな寒いのにカモたちが水の中に入ってるわ。カモたちはね、もっと寒いロシアの方から来てる個体がほとんどなんだよね。スーパーの周りにあるのも全部仮設住宅か。まだ住んでる人はたくさんいるんだね。鳥は木があれば生きていけるけど、人間は家がないと生きることはできない。最近の仮設住宅はとても出来が良く、2階建ての住宅も見つけたよ。これか。Y ホームとグルメ館。なんか美味しそうなのあるかな。若い人いないわ。いや、朝一だもんね。もう10時は遅かったか来んの、さすがに。おー、すごいね。結局食べ物はスーパーで調達した。定食屋らしきものがなかったからね。代わりにスーパーで地元の料理を味わうことにしよう。さすがに輪島の朝市食べ物なかったんでね。これ聞いたことない、小煮しめって。普通の煮物だと思うけど、食べるか。レンジで温めて。これもね、北陸名物だからね、いただきますか。朝食はね、軽くでいいんだよね。これから超大雨、雪も降るかもしれないって言うけど、どうなることやら。これから隆起した海岸をね、港を見に行きたいわけだけど、行けるかな。いただきます。うまっ。大根、こんにゃく、レンコン、里芋。これはご飯と酒が進みますわ。朝なんで飲まないけどね。もう昆布の量すごいね。これもみっちみちだよ。ほないただきますか。小煮しめと黒とろろご飯が合うわ。コーヒーとは合わないけど、これはね、そこまでしょっぱすぎない。汁がうまいんだわ。朝からなんか元気出る味してるわ。汁がね、うますぎる。これでご飯2杯くらいいけるやろ。ごちそうさまでした。ほな、頑張って門前町に行くか。行けるんかな。朝から4カップ飲んでら飲んだことないんだよね。輪島駅から乗ってもいいんだけど、この病院からもバスが出るみたい。寒い。やっと外壁の補修作業が終わったって感じなのかな。ほんでこれがノランケバスってやつか。高校生以下が無料。おー、来た来た。約1時間
乗りましょう。充電しなきゃね。今のうち服の裏にたくさん貼り付けておこう。輪島駅前、誰も乗るはずもなく、こんなんでいいかな。なんや、もう新橋か。東京と能登は近いな。昨日俺が頑張って歩いたところや。輪島塗り美術館か。伝統工芸品だからね、お土産で買うか迷うね。すごいね、道路が完全に壊れている。それを今一生懸命復旧させているんだ。橋がかかっていたのかな。近くに川があるから地図がいろいろ変わったのかもしれない。ほとんどは2車線なんだけど、ここは1車線。なぜなら山の土砂がこちらまで来てしまったんだ。能登半島旅のポイント1、自然の摂理に圧倒される。ジャングルとまではいかないが、当然のように山が道路まで侵食してきていて、それを何とかせき止めたり除去しようとしている姿が目に入る。道路の復旧を最優先するのは当然のことだ。畑とかなんかやってるんかと思ったら、ショベルカーとかで形を作ってる段階やね。まだ作物を作れる段階には至ってないということか。今の外気は8度だそうで、まあまあ寒いな。目をちょっと遠くに向けると、ぐちゃぐちゃになった山の斜面が当たり前のように存在する。今まで見てきた山の車窓とは何もかも違う光景。たった40秒の揺れでここまでめちゃくちゃになるのか。おー、道路が変わっている。前まであっちが道路だったのかな。それが土砂崩れでこんなことになっているわ。しかし人間は強い。当たり前のように山を切り開き道を作っているよ。すごいようあんなところに家があるわ。ここは小さな集落なのかな。人はいや住んでるな。電柱が新しくなってるわ。車も止まってるわ。トンネルはこれ新しいのかな。すごい綺麗。まっすぐだしね。震災後に作ったやつなのかな。全然揺れない。いやこれもすごいな。よく固めたよな、こんなに。まだまだね、ぐちゃぐちゃなところはあるからな。道路の形が変わったのかな。そうだね。路面がめちゃくちゃ綺麗だね。新品のアスファルトですわ。これ石川県が復旧作業やってるんじゃなくて、国土交通省が出してるんだね。国土交通省による復旧作業ってことか。しばらく山道を走った後、やっと町らしいところに出てきたよ。一気に開けたところに来たな。畑はまだまだショベルカーがたくさん動いてて、なんだろうね、整地をやってるのかな。地震の後、大雨による洪水も発生した。その影響がまだ残っているのかもしれない。うわー、寒い寒すぎる。乗客は誰一人いませんでしたけど、こんな野ざらしにピアノ置いて大丈夫か。寒すぎるだろう。北海道はね、中に4枚ぐらい貼っつけてるわ。ほんでこれが千の里交流館前。まあ確かになんかスティーブ・ジョブズみたいな僧侶かな、いっぱいね歩いてるんだよね。輪島市内にも結構いたな。でトイレあるん。とりあえずトイレ行こう。寒すぎ、やばすぎ。突然の大雨や。車で5分ほど走ればそこはもう海岸だ。歩くと遠いから僕は乗り継ぎのバスを待っている。陸前高田、驚いた。被災地同士で交流をしているようだ。能登半島の子供たちが宮城県まで行ったってことかな。かなり遠い道のりだけど、手紙を読んでみるとお互いを応援し合っているようだ。仮設の食事処あるんや。日月が定休日、11時から14時まで、18時から21時まで。
うわー、また雨が降ってきた。大雨じゃん。この曹洞宗は座禅を大事にする宗教だそうで、ここがもともと寺がちょっとどっちの方向にあるかは分かんないけど、ここにある曹洞宗が元が本山だったらしい。だけど大昔の大火によって今鶴見にある花月総持寺、あそこの丘にね移されて、そこから総持寺という名前がついたらしい。花月総持寺という駅名になったらしいね。でそこが今本山であるのと、もう一つ福井県に本山があって、この曹洞宗は2つの本山を持つ珍しいか分かんないけど、ちょっと珍しい宗教。ここではね、僕らもお寺を見学することができて、宿坊体験などもねできるそうで、いつかねちょっとそういうところに行って宿坊体験して、殺生料理とかね食べてみたいよね。ニュースとかでもたまに宿坊体験している人いるよね。 IT 企業の社員とか。今ここの総持寺の役割としては、歴史的建造物であるため国の重要指定文化財かな、それに指定されているらしいので、保存されて活用もされているらしい。その本山としての役割は今は鶴見と福井にあるそっちにね役割があるらしい。いや寒いですね。僕これからちょっと危険なところに行くんで、守っていただけると嬉しいですね。本当に寒い。あ、来た。奥に見えるマイクロバスが相乗りバスやスクールバスなんだけれども、大人は100円出すとなぜか乗れてしまう謎のバス。あれで黒島漁港まで行こう。中には運転手のおじさんと地元のおばあちゃんが一人乗っていた。乗るなりどこに行くか聞かれ、漁港まで行きたいと伝えると、あそこは工事中だから手前で降ろしてあげると言われた。途中で中学校から学生も乗ってきて、ちゃんとスクールバスとしての活用がされているとよく分かった。これが運賃箱。田舎のバスではよくあるよね。さっきのお寺からバスに乗ること約5分、のんびりと走っている。ここら辺も当然のように工事中。倒壊した家もあれば使用している家もたくさんある。この丘の向こうに輪島の伝統的な家が保存されているのかな。後で見に行こう。やっと日本海が見えてきたよ。確かに前方は工事中だ。おお、これが日本海だけど、波際はかなり向こうだ。テトラポットが手前に設置されている。ここでは一体何が起きたんだろうか。すごすぎ。また約50分後の折り返しのバスで帰ろう。これはパッと見目の前に広大な砂浜が広がってるように見えるけれども、これは砂浜ではなくて海底だった場所なんだよね。右よし左よし。信じられる。怖すぎ。これはかつて堤防の役割を果たしていたもの。向こうの階段から降りたいけど工事中だからダメだな。すごいな。初めて来たけど、これが隆起した場所か。ここら辺は能登半島の地震で約1分間で4メートル、いやここら辺は2メートルかな、1分間の間で隆起したらしい。ここの1箇所だけがグワンと隆起した。ちょっとね、強風でね喋れない。ごめんなさい、強風で言葉が。海底隆起は一部だけが盛り上がるのではなく、ここら一帯が隆起した。つまり陸だけを見ても隆起したことはわからない。いやー、ちょっとこれはすごいね。ここら辺の家屋なんか見てみると、全体的に暴風壁がね設置されてるんだよね。あそこわかるかな、2階とか。いやちょっと砂が痛い。立ってるのが難しいぐらい。ちょっと海底だったらしい。もうごめんやけどちょっと喋れないから、ただ自然界の美しさ、怖さ、絶景だけを体験するわ。日本海の荒波ではなく、細かい砂が僕を打ちつけてる。デューン砂の惑星って映画があるけど、あの人たちは砂漠で生きてるんだけど、
これぐらいの砂嵐も当然発生するんだよ。だけどなんであそこで平然と生きることができるかっていうと、薄い布をね顔にかぶせてるからなんだよね。それじゃあ2024年1月1日まで海底だった場所を歩こう。信じられない。ここはかつて海底だったんだよ。それが今では草も生えてきている。数千年に一度という規模で起きるこの海底隆起という現象。この門前町の海沿いは能登半島の中で最も高く隆起した。その高さなんと4メートル。やばいな。あそこにテトラポットがあるでしょ。消波装置。波をかき消すためのものが僕の頭の上の高さにある。だが海底が隆起したことによって港は陸となり、漁師は仕事を奪われた。その復旧工事をあちらでしている。いた。海底だった場所歩いてるよ俺は今。港の復旧なんてそう簡単な工事ではないのは一目瞭然。船が入れるほどの深い海は遥か遠くになってしまった。ダメだ、天気荒れてきたから屋内に行ける場所を探そう。ここ見てよ、ほらだって藤壺の死骸とかが貝が見えるぜ。全員死んでしまった。魚も全部死んでしまった。だってここはもう陸になってしまったんだから。ここからなんか新日本海フェリーとか見えないかな。あちらが敦賀。やばい、雨降ってきた。あっちの方が新潟。まずい。普通に雨降ってきたから退避。まあこのジャム防水だから多少大丈夫だけど、ちょっとねバスの待合室みたいなのないかな。危険だ。あまりにも危険だ。よくこんな中で作業できるんだ。まあ重機は関係ないか。すげえよこの砂の量、異常だよ。海沿いにとどまることはあまりにも危険だと判断し退避。一旦あっち側のちょっと町の方に戻るわ。うおー、こんなところにありがたいバス停があるぞ。バス停なのかこれ。いいね。スズメバチの死体が。あれ小学校なんだけど、よくこんなところ通えるよな。すごい風だぜ。ここに人が住めるのも奇跡的なぐらいだよ。常にこんな風が吹いてるわけじゃないだろうけど、20日くらいはこれぐらい強風なんじゃないかってぐらい過酷な環境やで。重要伝統的建造物群保存地区。ここはかつて観光地だったからこういう看板があるんだと思うけれど、今はほとんどの住民があちらに住んでるようだ。ここら辺は積極的にこの竹みたいなのが植えられてるね。全然ね風が弱まっている気がするよ。かつてここは江戸時代から明治にかけて大阪と北海道を結ぶ北前船の船主や船員の集落として栄えた。この先に資料館もあるようだが、現在は休館中とのこと。ガラスも地震の影響で割れてしまい、1階部分は住めるような状態ではないわ。こちらもブルーシートで覆われていて、建物全体が斜めに歪んでしまっている。多くの家が住めなかったり、もう解体しているところもあるようだね。瓦がたくさん剥がれてるわ。強風で飛んできそうだな。ただ住んでいる人もいるみたいだね。自分の家が地震によって歪むかもしれないなんて、そんなの運でしかないよね。どこがどれだけ揺れるかは分かんないし、どれだけの地盤が変動するかも予想つかないし。これは防火層につながるなんか自由に使っていい水なのかな。ここからが伝統的建造物保存地区なのかな。このように倒壊の危険性がある建物では、このような危険という
ポスターが貼られるんだよね。この危険度判定で危険と判定されても被害認定調査で全開になるとは限らない。なるほどね。たとえこの赤紙が貼られて危険と判断された紙が貼られても、これが全開したと言えるかどうかの判断はできないということね。それにより公費で解体できるかどうかが決められるようだ。一応2007年にも一回能登半島の地震があったんだよね。そこではあんまり大きな被害はなかったけど、2022年はちょっと規模が大きすぎたよね。震源地は珠洲市の方だけれども、ここもかなり揺れたんだよね。それにしてもすごいね。木造でああいうデザインの3階建ての建物は見たことがない。こういう能登でしか見れないのかな、やっぱり。そろそろ時間だ。バスが来る。おっちゃん、もうちょい街中の方で待っててって言ってたから、そこに行くとしよう。街中っていうか、さっきのバス停のところね。乗り降り自由なんだよね。だから好きな場所で待っていることにしよう。ちゃんと路線からは離れちゃダメだけどね。これ多分門の上に置いてある飾りだと思うんだけど、これが落ちたのか。なんかここにはいろいろな思い出があったと思うと、そういった建物が野ざらしになってそういう姿を見ると、悲しくなるよね。諦めてしまうような気持ちもわからなくはないよね。子供たちは特に都会の方に出て、夫婦もしくは一人でここら辺に住んでいて、建て替えるのももう先は長くないし、建て替えたからといって負の遺産としても残したくはないし、ああいった新しい戸建ての建て売りなのかな。改めて思うのが、人間ってすごいんだなってことを。本当どんなところにでも家を建てるし、こんな強風に常にさらされてるような場所でも余裕で耐えるような頑丈な家を作ってしまうんだからね。電線も切れることなく、ただ風に身を委ねている。砂のせいでマイクにノイズが入ってしまった。やっとバスが来た。ちゃんと時間通りだ。これが本当に毎日運行してるかちょっと怪しいから、不安な人は門前町に連絡してみることを推奨するよ。普通のマイクロバス。外は寒すぎる。早く体を温めないと。車内は僕一人。さっきのお寺の前までお願いしますと言った。特にどこから来たのかと聞かれるわけでもなく、今日は風が強いから海なんか歩けたもんじゃないよと、ただただ日常会話をした。僕がここに座る前、座席には水筒が1本置いてあった。きっと他の区間で乗った学生たちのものだろう。運転手に渡すと少し呆れたように肩を落とし、僕にありがとうと言った。同じバスとすれ違った。結構本数はあるんだな。時刻は間もなく3時。学校が終わる時間か。ここまで送ってきてくれてありがとう。またいつか来るよ。それじゃ乗り継ぎのバスまであと10分ほど。再び路線バスに1時間乗るから、ちゃんとトイレや飲み物を買っておかないとね。今行ったバスが来るのかと思ったら、全然違うバスが来た。帰りのバスはやっぱり僕一人。まあ帰りといっても僕が向かうのは輪島駅ではなく、能登鉄道の始発である穴水駅に向かう。間もなく日が沈んでしまう。美しい西日に照らされ、山あいの清掃工場が輝いているよ。清掃工場はやっぱり頑丈な建物だからか、何の被害もなさそうだね。立派ででかい煙突や。道路は相変わらず片側一車線のところが多く、工事業者の人々が一生懸命道路を作っていた。全体的に本当に綺麗に舗装されており、バスは揺れることが少なく、酔うことは全くなかったよ。トンネルが新しいように見えるけど、これはただ綺麗なだけだった。トンネルは地震に強いらしく、ひび割れなどの被害はほとんどなかったようだ。そして終点までお客さんは乗ってくることはなかった。
穴水駅、のど鉄道の現在の始発駅。雪が降ってきたよ。すごい、日本旅行の窓口まであるの？初めて穴水駅来たけど、こういう駅舎なんだね。というかのど鉄道も初めて利用するな。日本旅行で乗車券発券してもらおうと思ったけど、クレカが使えなかったから、仕方なくこの券売機で和倉温泉までの乗車券を買おう。700円払うんやったらこっちの方がお得だったかもしれんな。このクーポンコードで1000円になって、隣の売店で1000円分のクーポンがもらえるらしい。まあ僕はおとなしく乗車券を買って列車の出発まで暖かい待合室で待つことにしよう。春は桜も綺麗なんだ。見に行きたいな。典型的な田舎の駅。こういったジオラマで日本の風景を再現するとどこか懐かしく思えてしまうな。さて、間もなく列車が来るみたいだから外に出てみよう。空は快晴。まるで異世界のような美しい空がいっぱいに広がっていた。さあ乗り込もう。なんだか久しぶりに列車に乗った気分。安心感がすごいよ。後ろの号車に行ってみたら、なんじゃこりゃ。そうか、クリスマスだった。忘れていたよ。ここまで内装を彩ってる会社は見たことがない。ちょっと心が温まるよね。すごいな、真ん中にクリスマスツリーがあるよ。これ運賃支払うときどうやるんだ。まあどうにかなるんでしょう。装飾が細かく手作業で貼り付けられてる。この手作り感がたまらんな。そうか、能登って花咲くいろはの聖地か。おー、久しぶりのエンジンの音。いや、さっきバス乗ってたけどさ。大きさと安心感がまるで違うよ。さらば輪島、また来るよ。とっても楽しい場所だったね。いいね、黒い煙が。さあ、夕日が綺麗だよ。おお、なんじゃなんじゃなんじゃ。とんでもなく綺麗じゃないか。素晴らしい。これが穴水湾。湾の中に島があるから南とか北とか言われてるよね。日は見えないけれど空のグラデーションがとても美しい。海沿いの田舎町の夕焼けってちょっと寂しい感じがあるよね。絵になるような一枚がずっと続いている。日本海特有の景色のような気がする。羽越線でも五能線でも同じ寂しさ、儚さが味わえる。
昔は JR からの直通列車もあったの？急行の塔がこっちまで来ていたんだっけ？全然詳しくないけど羨ましいな。東京から寝ながら金沢まで行って日の出とともに宇和島方面に到着。いいね今の音。ディーゼル列車と浅い橋って組み合わせが最高だよ。そして列車の風圧で過ぎ去った線路を舞う枯葉たち。これぞ田舎の日本よ。この儚さをジオラマで表現したくなっちゃうな。僕ね、前からいつもジオラマやりたい言ってっけど、あんなの超大人の趣味でしょ。マンション1個借りてやるか、田舎の広い空き家でやるしかないよ。60歳ぐらいになったらね、そういうチャンネルをやるのもありだね。和倉温泉に到着。乗ってきた列車は七尾行き。このタイミングで夕焼けチャイムが鳴っていたんだけど、マイクが不調だったからね、音が取れなくて残念。次からはちゃんとチェックするよ。特急の終点の駅和倉温泉。もっと賑やかで人がいるのかと思ったら誰もいない。無人駅っぽい。JR 東の秋田の広告だ。なんでこんなところにあるんだ？マジか。強風で運転見合わせの可能性あり。七尾線な、止まると困るな。今日中に小松まで行かないといけないから、とりあえず金沢までの切符を発見するか。飲食店はどこも休みだったから、スーパーに行って氷結とニンニク焼肉弁当っていうのを買ったよ。いただきます。いやーうまい。そういえば久しぶりのお酒？いや昨日の夜飲んだが、電子レンジで温めたからほっかほかだよ。うまい。すごい米が進む味だよ。全然足りないわ。和倉温泉はバスで少し行くと温泉街があるんだけど、今は地震の影響で旅館のほとんどが休業中みたい。これから雪か。やっと来た。初めて乗るよ生まれて。これがサンダーバードか。なるほど。炎って熱いなわけないよね。オタクたちが大好きな幕回し。スーパーライチョウ知らないな。楽々琵琶湖もあるよ。もうこの列車そっちの方に行かないと思うけど、北陸新幹線が開業して北陸エリアの JR 西の管轄は陸の孤島と化しているが、この列車が何かの整備で大阪方面に改装されるってことはあるんかな。いい車内じゃん。座席はどんぐらい倒れんの？重厚感があっていいな。この暖色の照明がたまらんわ。なんで JR 東ってあんな眩しい照明なんだろうな。こういう落ち着いた照明ほんと大好き。でも E5 系とか東北新幹線は比較的落ち着いてるか。E353 がね、中央線特急がちょっと蛍光灯感があってね、眩しすぎるんだよな。まあまあ倒れる。前まで大阪や前原から和倉温泉まで来てたんでしょう。一度乗りたかったな。というか北陸本線自体一回も乗ったことがないや。サンダーバード引退前に乗りたかったけど、まあしゃあない。いろいろ忙しかったんだ。座席の質感はとても良い。JR 西の基本的なベーシックなそういう座席だと思うけれど、ゴミ箱に弁当捨てに行こう。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。間もなく出発時刻だが、おや、このシールは絶対大阪方面って書いてあるよね。雨強すぎ。これから雪も降るみたい。12月2日なのに3日間。トイレをチェックしよう。なんかいいねこの扉は。一枚扉って今の特急なかなかないからね。15感あるよ。小田急の特急エクセみたいな。てか閉まり方もね、高級感あるよね。多目的トイレは広い。嘘、ウォシュレットあんの？特急電車に？意外と古い車両だと思うけど、ウォシュレットあるんだ。こんな新しいピッカピカの。マジか、衝撃的だよ。金かかってんね。鍵が面白い形。サンライズもこんなんだっけ？ハンドソープもあるじゃん。いや、何もかも設備がいいな。出発時刻だ。前方には行けるのかな？連結部分だけど。開かないね。ロックされてるわ。まあ。僕は自由席に乗った。案の定誰もいない。後ろの2両には、2組いるかいないかみたいな感じだったよ。意外とね、中国人っぽい人がね、乗ってたんだよ。電車の写真撮ってたから、鉄オタなのかな。僕もね、いつか中国の寝台新幹線とか乗りに行きたいよ。
乗車券は一応金沢まで買った。金沢からもしかしたら北陸新幹線に乗るかもしれないから、これ乗車券が特殊で JR 金沢っていうのは買えなかったんだよね。入線するホームが IR 石川の金沢駅だから、ちょっとそこがねトラップだよね。そういえばこれも買った。地酒？日本酒？なんかよくわかんないけど、まあ飲んでみよう。ただな、コップがないからな、今は飲めないな。ホテルで飲もう。いやー、誰もいない。快適快適。なんておしゃれな空間なんだ。大きな窓、手で閉めるタイプの家のようなカーテン。正直言って特急ってこういうのでいいんだよね。これがね最高傑作だと思うよ僕は。この上に求めるものはない。小さなテーブルもあって、酒とつまみを置くのにちょうどいい。ちゃんとくぼみもあるからね、落ちないんじゃないかな多分。いやどうなんだ、ちょっと浅すぎる気もするけど、これは一体何なんだ。タバコの吸い殻入れってわけでもなさそうだが、今ねマイクが不調だったことに気づいて、めちゃくちゃ喋っていたのに全く録音できてなくて、僕はすごいショックを受けたよ。和倉温泉からは JR 線に入ってる。初めての北陸特急だから外の車窓を眺めたかったけど、まあしゃあないわ。こういう夜の特急もなんか落ち着いてて大好き。窓枠もちゃんと考えられてていいな。途中の駅から何人か乗ってきたよ。意外と出張族みたいな人たちだ。あーなるほど、こんな日本海ギリギリを走っていたんだ。読書灯の光量強っ。まもなく白衣です。ご乗車ありがとうございます。このままの遅れで参りますと、次の終点の金沢には20時1分頃の到着となります。問題ない。また愛の風富山鉄道線いするぎ高岡方面普通泊まり行きご利用のお客様はおられましたら、車掌を通りました際にお知らせください。いやどうしよっかな、新幹線乗んなきゃダメなのかな。そういうわけでもなさそう。新幹線少な。9時の次は10時半。すごいな。だんだん飛ばしてきたな。北陸線でもこんな風にバンバン飛ばしていたんだっけ。まあ今も敦賀から大阪まで乗れるから乗るか今度。この闇夜をね疾走する感じがたまらんわ。お酒も入ってて力を抜くと眠ってしまいそうだ。寝台列車とまでは言えないけど安心感がある。どうぞ眠ってくれと言わんばかりの乗り心地と静かさ。お、JR 車両が見えてきた。いや IR かよくわかんないな。電車はやっぱり強風の影響で若干遅れている。素晴らしい。これが北陸チャイムか。 JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点金沢です。お出口は右側3番乗り場に到着です。到着の際列車が左右に揺れます。お足元にお気をつけください。乗り換えのご案内をいたします。北陸新幹線鶴木47号敦賀行きご利用のお客様にご案内をいたします。乗り換え時間わずかとなっておりますが、お客様のお乗り換えの待っての発車となります。それにますが新幹線ホームに少々お急ぎください。またその他の新幹線ご利用のお客様、列車乗り場等につきましては乗り換え改札口にございます電光掲示板にてご確認ください。お座席周りを確認の上、お忘れ物などなさいませんようお気をつけください。いやーいい音だ。一応北陸新幹線の中でも聞けたけど、この車両で聞きたかったんだよ。いやー乗れてよかったな。初めて乗ったからな、超興奮したわ。とっても楽しい旅でした。どうせなら小松まで買っとけばよかったな。結局北陸新幹線は乗らないことにしたよ。切符を入れて出場し再入場。またタッチするんよこうやって。結局 IR 石川鉄道で小松まで向かうよ。約40分。小松駅前に居酒屋あるかなって思ったけど、あんまり良さそうなのなかったな。まだねちょっと緊張するんだよな。外はあられか雪かわからん。
西松島って面白い駅名だね。やっぱり線形がいいからめちゃくちゃ飛ばすな。またいつか臨時列車かなんかで北陸特急走ることはあるんじゃないかな。その時は乗ろうかな。さあ、これで小松駅に到着。今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画はホテルで晩酌だ。またモンゴルのトーク集やってんな。これもうモンゴルに行けってことやねんな。もうね、座んなくてええねん、ホテルなんて。これで立食がね、正しいよ、本当に。うん。企業様からのお仕事を募集中です。概要欄のメールアドレスにお問い合わせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。